皆さんこんにちは。今回の動画は前回の続きで、冷蔵庫 PC のベンチマークや OC、動作性の詳細、また今後の予定を紹介していきます。先に今回の動画の流れについて話すと、とりあえず動かして、問題が起きて、原因や対策を考える、という感じです。この自作 PC ってまだ手探り段階なんだ、と再認識させられていますが、まあそんなもんですよね。気楽に続けていきます。では始めます。まず簡単に前回のおさらいをします。前回は冷凍庫 PC の概要と、冷凍庫を動かした上で PC が動作するかを簡単に見ました。概要は割愛して、まず PC パーツの構成についておさらいします。一覧は表記の通りですが、特に取り上げたい PC パーツは3つ、CPU クーラーとマザーボード、メモリです。CPU クーラーは空冷タイプで、サイズの無限5、リビジョン B です。初めて組んだ自作 PC で使っていたもので、現在メインで使っている PC の i7-9700K を十分冷やせてました。9700K をプリセットの OC モードを適用して70度 C 付近で運用できたので、不満なく普通に使える CPU クーラーって感じです。しかし冷凍庫 PC では問題があったので後ほど紹介します。ちなみにサーマルグリスは無限5に付属されていたものを使っていました。使い切ってしまってもうありませんが、サーマルグリスについても今回少し検討しましたので、後ほど出てきます。マザーボードとラムメモリについてもおさらいします。マザーボードはアスロック、Z170、エクストリーム6。メモリはコルセア・ベンジェンス、LPX、シリーズ、DDR4、2666MHz、4GB を2本使っています。マザーボードもメモリもとりあえず買ったという感じで、特に低温環境に対して配慮する点は思いつきませんでした。PC パーツに対する知識不足感は冷凍庫 PC 作成前から不安でしたが、残念ながら的中しました。致命的ではないですけど、PC パーツでおさらいしたいところは以上で、あと冷凍庫 PC をどう動かしていたかです。冷凍庫の冷凍設定は8段階ある温度調整機能で最も弱いレベル1で動かしています。この時の測定温度は、-8度 C と-9度 C。2箇所で温度測定しているので、測定値は2つあります。PC は冷凍開始時から起動した状態でした。8度 C になっても PC 動作はできています。そしてこの状態で、ベンチマークと OC をやってみようとしていたのが前回までの内容でした。ここからは今回の内容です。早速冷凍庫の本領を知ろうと思い、4.4GHz、1.300V で OC してベンチマークしていきます。OC 設定は前回確認した室温状況のものと同じです。設定自体は問題なく行えました。そしてベンチマーク開始です。開始してすぐに CPU パッケージ温度がどんどん上がり、変化が緩くなりだした時には70度 C 付近です。室温状況と比べてそんなに良くならないのかなと思っていると、温度は徐々に上昇し続け、サーマルスロットリングが発動、CPU パッケージ温度が100度 C に到達しました。崩壊してる。室温状況より悪くなるのは意外な結果でした。最終的にスコアは2064ポイント。CPU パッケージ温度は100度 C です。定格仕様の状態でもベンチマークしてみると、スコアは2130ポイント。CPU パッケージ温度は91度 C でした。定格仕様だとサーマルスロットリングは起きなかったためか、スコアは OC 前より良くなって、室温時と同じくらいになりました。ですが CPU パッケージ温度は室温環境よりも16度 C 上がっています。サーマルスロットリングが起きなければスコアは同程度なので、CPU などの計算処理の動作は大丈夫そうです。ということは排熱面がおかしくなったのでしょう。具体的には空冷の CPU クーラーが怪しいと思っています。そもそも少し予想していました。まあ結果が分かった後に予想を話すのも変ですが、少し話します。私の予想では空冷 CPU クーラーを冷凍すると、ぶっ壊れる、もしくは室温状況よりいい結果を得られるの2択でした。空冷 CPU クーラーの構造を対別すると自熱するブロック、熱を輸送するヒートパイプ、放熱するフィン、あとサーマルグリスとファンがありますが、このうちヒートパイプが私としては不確定な要素でした。ヒートパイプは見た目ただの缶ですが、中に冷媒が入っていて、冷媒が CPU の発熱で蒸発したり、放熱によって液に戻る。つ
まり凝縮して熱を輸送します。なぜ蒸発や凝縮で熱が運べるのかとかはいずれ説明したいので、今回は割愛します。で、この冷媒が冷凍庫で冷やすとどうなるかが不安点でした。冷媒は CPU が発熱する時の温度で蒸発して、通常使用される室温環境なら室温より少し高いくらいの温度で凝縮するので、そう動作する冷媒が入っている、もしくはそう冷媒が動作できる環境がヒートパイプ内に作られています。冷媒は様々な種類があるので、もしかしたらピンポイントな温度で動作する冷媒があるかもしれません。まあそんな冷媒が使われていたらまだ希望がありました。ですが後者の環境の場合が厄介でした。環境を整えている場合、水が使えるんです。水って 100°C で沸騰して 0°C で凍るあの水です。水をヒートパイプの冷媒として使うためにどうヒートパイプ内の環境を整えているのかは正確に知りませんが、減圧とかして大気圧より蒸発しやすくしていると思います。まあこの再水の蒸発は置いといて、問題は 0°C で凍る点です。仮に今回使用したヒートパイプの冷媒が水系だった場合、CPU の発熱で蒸発するのは良いとして、放熱によって凝縮し液に戻った後、さらに冷やされ凍結し氷になってしまったら、CPU の発熱を受ける水がなくなってしまい、熱が運べなくなります。そうなるとヒートパイプは本当にただの金属管です。で、私の予想では、もしこの空冷 CPU クーラーに冷媒として水が使われていた場合、水が凍結したら水の体積が増えてヒートパイプが破裂するんじゃないかなって心配していました。今考えるとヒートパイプに冷媒はそんなに入ってないだろうから、金属管を壊すほど膨張しないのかと思えます。ですが予想時は空冷 CPU クーラーを冷凍させると、水凍結、ヒートパイプ破裂、PC パーツ浸水、PC さよなら、もしくは、ヒートパイプに異常がないなら冷媒は水でなく、空冷 CPU クーラーは正常に動作するんじゃって少し期待していました。で、現実の結果は壊れもせず、動きもしないという予想を足して2で割ったようなものでした。まあ実際にヒートパイプを分解しないと確証がありません。一応検証や裏取りみたいなものもしてみました。まず、ヒートパイプ、凍結で作るとおそらくトップにヒートパイプ製造メーカーのサイトリンクが表示されると思いますが、そのサイト内で同じようなことが言及されています。やはりヒートパイプに水が使われると冷凍庫 NG っぽいです。あと CPU クーラーの構成、構造を解別すると5つといったように、もしかしたらグリスやファンがおかしくなったのではと思い、実験と確認をしました。ファンは後々出てきますがマイナス 18°C 環境でも 1000rpm 程度で動いていました。グリスは冷やしたらどうなるのかなと思い、実際にマイナス 20°C で冷やしてみました。冷やして流動性は室温時より落ちたようですが、固化はしていないようです。固化して収縮なり膨張なりして体積が変わり、固化したグリスがひび割れて、接触不良になったりするかとも思ったのですが大丈夫そうです。というか先ほどのベンチマークの後、そのまま常温に戻し異常がないか目視して、室温環境で再びベンチマークをしてみたら、正常に動作しました。CPU クーラーを含めて PC パーツに不可逆な変化はなかったようです。PC パーツ壊れないでよかったとも思いましたが、最終的に冷凍庫で空冷 CPU クーラーは厳しいと帰着しました。他に検証できることだと、空冷 CPU クーラーのヒートパイプの各部に熱電対をつけて、室温環境と冷凍環境で温度測定や比較をすれば、ある程度断定できるのですが、追求はここまでにしました。当初から空冷 CPU クーラーを使い続ける予定はなかったので、切り替えました。後ほど今後の予定にて詳しくお話しします。今回の冷凍環境でのベンチマークや OC はこれで以上で、ここからは冷凍環境での PC の動作性や起動可否についてです。個人的にメインテーマは冷凍環境でのベンチマークや OC なのですが、PC がどこまで動くのかという点も、今後の運用に関わるので調べました。まずは PC はマイナス何度 C まで起動できるかです。先ほどのベンチマークの検証では冷凍を始める前から PC を起動して電源をつけたまま冷やしていきましたが、ここでは PC の電源を切った状態で冷やしておき、温度が安定してから PC を起動させてみました。違いはわかりませんが一応言及しておくと、
ここでの PC の電源を切ったというのはシャットダウンしただけのことで、ATX 電源自体の電源スイッチはオンのまま、コンセントも挿したままです。一応電気はマザーボードに供給されているんですかね。まあそんな状態で確認開始です。まずは最も弱い設定のレベル1です。蓋は自作と備え付きのものを両方使っています。しばらくすると温度が安定して熱電椎の測定温度ではマイナス5度 C、庫内の温度計ではマイナス12度 C です。7度 C も温度差ができていますね。ファンが動いてないと温度が均一でない。蓋がある上部は熱が入って暖かい。理由はいろいろありそうです。ひとまず PC を起動できるかチェックです。動きますね。よかったよかった。PC パーツが低温環境でも起動するかは未知数なんでドキドキでした。起動すると熱電椎の測定温度もどんどん低くなっています。ファンが動き出したので温度が均一になっていくようです。ファンの動作有無で温度分布が変わる。当然なんですが面白い傾向です。今後のために覚えておこうと思います。では次の設定を試してみます。PC をシャットダウン。温度設定をレベル5にして温度が安定するのを待ちます。ちなみに事前の温度測定ではマイナス17度 C からマイナス24度 C で動作していました。温度が安定すると熱電椎の測定値はマイナス6度 C、庫内の温度計測定値はマイナス18度 C でした。温度差マイナス12度 C と先ほどより不均一ですが、庫内の温度計測定値は事前測定の温度範囲には入っています。では起動できるか見てみます。まあ起動しました。案外いけますね。引き続き温度設定を強くして、最大のレベル8です。事前の温度測定ではマイナス23度 C からマイナス29度 C の範囲でした。温度が安定すると熱電椎マイナス10度 C、庫内温度計はマイナス23度 C です。事前測定の温度範囲は下限いっぱいでした。この辺りから断熱性能に厳しさが出てきています。自作の蓋を追加したので性能低下するのは当然ですかね。で起動できるかですが、まあ起動しました。よかったよかった。この映像の撮影時間を見ると6時間くらい放置していたみたいなんですが、意外に起動できるようです。で最後は急速冷凍機能を使います。事前の温度測定ではマイナス37度 C まで冷えました。前回説明していませんでしたが、事前測定で分かった限りの急速冷凍機能の動作について話すと、温度調整機能がどのレベルでも関係なく冷凍機能が最大になる。通常の温度調整機能のように一定の温度範囲で制御されず延々と冷やし続ける、です。消費電力が大きくなりますけど、そんな感じの動作をしています。で温度が安定すると熱電椎の測定値はマイナス15度 C、庫内温度計はマイナス33度 C です。温度差はさらに大きく18度 C になり、さらに事前測定の温度より高くなりました。自作蓋の影響が気になってきます。自作蓋の機能はケーブルを貫通させながら断熱性と気密性を維持させ、加えて観察窓で観察できることでしたが、観察窓が断熱性を劣化させているのは前回動画で話したように分かっていました。三重アクリルパネルでも厳しいんですね。より冷えた環境を作るには観察窓をなくして小型化させないといけなそうです。まあしばらくはこの構造を維持すると思います。目で見て確認したいんです。カメラを使うとかはいずれ試しましょう。で起動するかですが、起動しませんでした。相当温度によって起動しない状況が出てきました。何が原因なのかと思いますが、私には全く見当つきません。ですがマザーボードの診断機能が教えてくれました。私はあまり頼りにしていなかったこのマザーボード特有の機能、ドクターデバッグです。デジタル表示で症状内容を教えてくれます。仰々しく言いましたがリーク音と同じですよね。リーク音スピーカーを普段つけないので今回はドクターデバッグ様々でした。表示される数字は完全に直視できませんが32、35、55と出ているようです。観察窓があるのによく見えないことは置いといて、これらの数字は RAM メモリ関連のエラーコードです。55に関しては RAM メモリが検出すらされていません。冷やしすぎると認識もされないんですかね。ちなみに PC の方は常温に戻したら特に何もせず復帰、正常に起動、現在も動作しています。壊れはしていないようです。RAM メモリの動作不良について考える前に、PC を起動した状態でマイナス何度 C まで動作できるかをチェックします。この確認では、PC を起動した状態で急速冷凍機能を使っても動作できるかを見る予定でしたが、
同時に PC 動作をモニターするソフトで動作状況をチェックし、低温に温度変化した際の影響を見ることにしました。PC 動作に何らかの変化があればメモリの動作不良の原因を見出せるかもしれません。室温状況で PC を起動し、温度設定を最大のレベル8にして冷やしていきます。モニターするソフトについて正直適したものを知りませんが、ハードウェアモニターと CPU-Z を使いました。ハードウェアモニターはコアテンプやオープンハードウェアモニターなど類似のソフトより測定項目が多く、電圧などのデータを見れます。ソフトごとにそれぞれ特徴はありますが、今回は多くの測定項目を見たいのでハードウェアモニターを使います。CPU-Z には RAM メモリに関する情報が出ています。まあ見れる情報は一応見ておく感じで使っています。これらのソフトで何らかの動作変化が確認できればいいのですが、で冷やした結果、PC を起動したまま温度設定レベル8にしても動作はできています。熱電水の測定値はマイナス16度 C、庫内温度計はマイナス18度 C。ファンが動いているかどうかで温度状況は大違いです。あとモニターソフトから分かったことについては、ファンの回転数が落ちた以外に目立った変化は見られませんでした。電圧もメモリの動作周波数も特に変化ありません。よくわかりません。急速冷凍機能も使ってみます。温度が安定すると熱電水の測定値はマイナス18度 C、庫内温度計はマイナス20度 C です。PC は動作しています。動作するのは素晴らしいのですが、モニターソフトに表示される数値に大きな変化はありません。これは変化した項目がそもそも表示していないのか、実は表示される数値に変化があるのに私が分かっていないのか、PC 動作中と起動時の動作は根本的に違うのか、まあ最後の理由と思いますがよく分かりませんでした。メモリの話に戻ります。あまりいい対策は思いつきませんが、マイナス33度 C でメモリの動作に不具合があるなら、一つはメモリが動ける温度を確認してその温度範囲で運用させる、です。確実に動くでしょうけど、なんとも物足りませんね。二つ目はメモリの耐久性が上がる、ですが何ができるんでしょう。4000MHz ぐらいまで OC されたメモリを使えば、OC 動作に耐える高温耐性もあるでしょうから低温耐性も期待しちゃいますが、確実性がありません。3つ目は冷やしすぎないようにヒーターなどで温める、です。これも確実な手段ですがすぐに試せそうにありません。メモリを冷やす装置は販売されているでしょうが、温める装置は見覚えないのでもしかしたら自作が必要でしょう。そもそもきっかけになった液体窒素冷却の動画で、結露対策用ヒーターを使っていたことに疑問を持っていましたし、本末転倒とも思います。まあ起動時だけ温めれば大丈夫でしょうから、常時加熱でない分まだ許容できますが、面倒だなぁ。どうしようかと思いましたが結局現時点では1つ目の対策、現行のメモリが動作できる温度範囲で運用することにしました。メモリの動作温度を広げ、環境全体の温度を低くすることも重要ですが、個人的にこの冷凍庫 PC でやりたいことは、よく冷えて常用できる冷却システムを作ることなので、転じてベンチマークでいいスコアを得たいと考えています。そのためにはメモリ以前に CPU クーラーを改良させることを優先しようと思います。今回言った動作確認は以上ですので、まとめます。まず温度設定を最も弱いレベル1にし庫内をマイナス9度 C 環境にして、ベンチマークと OC をしました。結果、サーマルスロットリングが発動するなど異常発熱が生じ、スコアも室温時より落ちました。この現象の原因としては空冷 CPU クーラーの動作不良が関係していると考えています。また、各温度設定時における PC 起動可否も確認しました。レベル8、庫内がマイナス23度 C でも PC は起動しましたが、急速冷凍機能を使ってマイナス33度 C にするとメモリ関連のエラーが起き PC は起動しませんでした。PC を動作させたまま冷凍させた時の動作も確認しました。こちらでは急速冷凍機能を使っても PC は正常に動作しました。また自作の蓋を使ったことで断熱性が落ちていることや、PC 動作中にファンが動くことで庫内の温度状況が変化すること、などが分かりました。ただ PC を冷凍庫で組んだだけですが奥深いです。今回分かったことはこれで以上です。あとは今後の予定についてお話しします。今後は CPU クーラーの改良をメインにしようと思います。現時点で思いつく限り、4つの方法で冷却性能の向上を目指します。
まあ性能向上を見込めるのは2つで、他2つは分かりませんが、早速次回試す冷却方式について話すと、車用の冷却水に使われる不凍液を使った水冷を試そうと思います。そういえば最近になって PC 冷凍庫でくくったら2002年時点で同じ不凍液水冷をやった方のブログを見つけました。いやまとめサイトとかで冷凍庫に PC 入れてぶっ壊したみたいなことを見たことがあったのですが、ブログで記録を出されている方がいるとは思いませんでした。その方はある問題が生じて断念してしまったみたいですが、そのあたりは次回の動画で紹介して、おそらく次々回の動画で対策していきたいと思います。で最終的なところ、現時点では夢に近いですが、いくつか冷却方式を試して、満足いくよく冷えて常用できる冷却システムができた時に、その時点で売られている良い PC パーツ、CPU やマザーボード、メモリ、グラボも使って、ベンチマークでいいスコアを取った上で、高い計算処理能力で色々やってみたいです。色々と言っても今はシミュレーションなどの物理演算の映像処理ぐらいしか思いつきませんが、おいおい考えようと思います。まずは冷却システムの構築を頑張ります。というわけで簡単ですが今後の予定でした。今回の動画はこれで以上です。通例 CPU クーラーのようにある程度予想や対応できそうな問題や、メモリのように予想外の問題もありながらも実はまだ冷凍庫 PC は始まったばかりと前途多難ですが、思いつきで実現できそうと思ったことをいろいろ試しつつ、よく冷えて常用できるを目標に今後も続けていこうと思います。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。